こんにちは、パンズです。今回は、S ペンS ペンを使うアプリですね。それを、ベスト5。まだね、2ヶ月も経ってないんですけど、そうですね、本当はアプリの、ベスト10とかにしようかなと思ったんですけど、まだちょっと、どうなんだろうなっていうか、わからないっていうか、なんだろうね、うまく言えないんだけど、これどうかなっていうのがまだ微妙なのがいっぱいあって、でも S ペン使うやつに関しては、これもういいなっていうのは、すごく、感じたんで、それを、今回紹介したいと思います。まず第5位なんですけど、ですね、ギャラリーですね。今、ギャラリーは、これさっき編集してたやつですね。ごめんなさい。こうあるじゃないですか、ギャラリーとか。これただの写真のアプリなんですけど、サムスン純正のね。でもこれ、こう編集とかであって、iPhone とかね、使ってたら当たり前なんですけど、意外とね、Google フォトとか、今全部ね、写真は全部 Google フォトで、全部のデバイスで共有してるんですけど、意外とペン使えないんですよね。iPhone とかは使えるけど、こうやって、編集にして、ペンをね、使ったりとかっていうのが、意外とできないから、こういうのでね、こう、赤とかでもそうですね、こうやって、例えば、こいつとか、こうやって書いたりするの、どっちかっていうと、この機能は、ノート10プラスの方でね、よく使ってたんですよ。だからこのギャラクシータブってわけではないんですけど、単純にパッて書いて、写真とか送ったりするのに、すごく便利だから、このギャラリーはね、結構使えるかなと思うんですよね。自分は結構好きなんですけど、で、戻しちゃえっかな。キャンセルして、これ戻して、保存でいいのか。で、戻してね。で、これね、それとあとすごいのは、いろいろあるじゃないですか。こうやって動画っていうのがあるんですけど、実は、これ動画編集できるんですよ、ギャラリーって。えっと、これ S ペンに関係ないけど、S ペンで書いた文字とかも確かできたはずだから、関係なくはないんですけど、だから昔ね、これ2020年にノート10プラス買った時に、これでノート10プラスで動画撮って、で、これでそのギャラリーで、動画編集してたんですよ。ちゃんとタイトルとかも入れられるし、音楽も入れられるし、ちゃんとね、カットとかもできるし、実はなんだかんだ言って優れものなんですね。はい。っていうことで、が第5位でした。で、第4位はですね、これですね、サムスンカレンダーですね。これ縦に、今使って縦にしてるんですけど、手書きとかも書けるから、これ実家とか書いてるんですけど、手書きで書いたりとか、こうやって12月から使ってるからね、ここからしか入ってないんですけど、手書きで書けるんですよ。それで、あとは、手書きでS ペンで書けるってこと、あとスタンプとかも捨てて、でね、手書きで書いたやつは、他のデバイスには反映しないんですけど、
このなんかこう入力したやつは全部 Google と連携してて、 Google のリマインダーになんか連絡来るんです。だからサムスンのカレンダーなんだけど、なんか Google に連携してて、本当にね、なんかびっくりしたんですよね。他のなんかサムスンじゃないデバイスから、今まで動画撮ってた起きてるっていうスマートフォンあるんですけど、動画用に買ったやつね。それからね、リマインダーで連絡来た時にはちょっとびっくりしたんですけど、こうやって入れとくと、それがね、なんか反映されるんですね。で、なんかスタンプとかもあって、スタンプとか、だからスタンプと手書きは、このデバイスでしか見れないんですけど、他の入れたやつはね、全部他のやつで来て、他のやつに同期してあって、それでちゃんとなんでしょうね、リマインダーで連絡来るんですね。でもなんかこうやってなんかこう手書きで書けるのはいいですよね、カレンダーに。いや、ここはすごいなと思いました。はい。次ですね。マイクロソフトのホワイトボードですね。ちょっと今横にしますね。これこの間ちょっと書いたんですけど、ZV-10 どう使おうかなとか、こうなんかちょっとワクワクした気持ちをね、いろいろ書いてみたんですよ。これ無限キャンパスで、どこまでも書けちゃうんですね。で、これマイクロソフトだから、ギャラクシーに限ったことじゃなくて、他の Android とか、あとはなんか Windows とかね、でも使えちゃうんですよ。だからね、それとあと共有機能があって、だから同じようにね、なんかみんなでね、一緒にこう書いたりとかもできちゃうんですよね。あとはこういう使い方じゃなくて、マインドマップみたいな使い方とかもできるし、とにかく無限キャンパスだっていうのがすごいなと思うんですよね。で、当たり前なんですけど、当たり前ってことないか、マイクロソフトだから、サムスンじゃないから、あれだけど、無料なんですよね。だから、課金とかもないし、いいかなと思うんですよね。iPad だったら、フリーボードっていう iPad の最近できたアプリがありますけど、同じような機能はここに備わってて、で、iPad のフリーボードも、共有機能があるんですけど、でも、それって iPad とかだけですよね。Apple のデバイスっていうか、できたとしても。なんだけど、このマイクロソフトだから、もう全然関係なく使えちゃうんですよ。そういうデバイスとか関係なくね。その辺はなんか有利かなと思うんですよね。で、だから iPad がなくても代用できるっていうか、iPad のフリーボードみたいなものよりもさらにね、いいんじゃないかなと思いますね。このマイクロソフトの、ホワイトボードが。はい。はい。では、改め出して第2位ですね。第2位は、これもサムスンの純正なんですけど、ペンナップですね。これなんか絵簡単に描けるアプリなんですけど、なんかね、こう、色塗りとかそういう楽しみとかもできるんですよ。あと人の絵とか描いたりとかも見れて、でこうやってね、なんかいろいろ上がってきて、それをなんか色塗って楽しむっていう方法もできて、なおかつね、これ
自分はもうすでに描いてるんですよ、こういう絵とかを。もうね、なんか使い始めてきてますね。で、ここで書くんですけど、選んで書いて、でね、これレイヤーとか使えるんですよ。だからこう例えばですけど、画像インポートとかしますよね。こう開いて、でここで例えば画像インポートをして、ギャラリーからでちょっとポニーの絵描いたんですけど、これしますよね。でプラスで入れてきます。でこれを主体にしたいなっていう、でこれでまた描いていくみたいな感じのこともできるんですよね。でその場合はこの絵をちゃんとして、こうやってちょっと透明度をこう薄くしていくんですね。で閉じて、でこの上、ここのレイヤー上からこうペンとかで、鉛筆でもいいですよね。で線の太さはここでいじれるんですけど、こんな感じで適当に書いていったりとかできるってことですね。ちょっと今適当に書いてますけど、でこの絵を活かしたいなと思ったら、このさっきのレイヤーありますよね。これを削除して、そうすると自分の描いた絵だけが残るって感じです。ちょっとひどい絵で。これね、ですね、iPad の時ね、プロクリエイトっていうのを使ってたんですよ。お絵描きアプリで。で、じゃあ、iPad の方をなるべく使わない、こっちの方、なるべく Galaxy でね、えっと、まあ、絵描いていきたいなと思って、iPad やっぱりもうストレージが全然ないから、うん、それこそね、動画見たりとかそういうのにしようかなと思ってるんですね。まだまだ使えてたんですけど、もう無印の第6世代でストレージが32しかないから、増やせないからね。アプリも増やせないんですけどね、現状としては。そういう絵とかも描いていくと、ちょっとギリギリでやってる感じだから、こっちでなるべく移行したいなと思ったんだけど、プロクリエイトに代わるね、アプリがなかなかちょっと見つからなかったんですけど、これとね、クリップスタジオが、これ、ギャラクシーストアで買うと、クリップスタジオが、半年間使えてて、で、今、使ってるんですけど、こう、使い勝手とかね、やっぱり、クリップスタジオの方は、ちょっとね、例えばですけど、これだと、ペンナップの方だと、こう書いて、丸書いて、こうやると丸とかこう、止まってなるんですけど、三角とか、こんなことができるんですけど、これサムスンノートとかでもできるんですけどね。こういうのを割とね、使う方なんですよ、僕的には。でもクリップスタジオは、こういう機能はもう最初から丸とか直線とかでやるしかなくて、それがね、ちょっと微妙に使いづらいなっていうのがありましたね。単純な絵描く人ほど使いづらいのかなと思いました。クリップスタジオだからプロが使う分にはいいんですよね。こういう線とかを、こ
投げ縄とかでやって、こう、微調整とかできるんですよ、クリップスタジオ。だからね、クリップスタジオ本当にプロの人が使うもんで、まあね、半年間はね、使い込もうと思ってるんですけど、まあ、僕なりに考えて、プロクリエイトの代わりにするアプリはペンナップかなって思いました。それで第2位にしました。で、まあ、今まで描いてきてたような絵を、まあ、これなら描けるなっていうのがあります。ただちょっとね、やっぱりプロクリエイトよりちょっと使いづらいなっていうところはあります。それはですね、まあ、ちょっと説明すると、消しゴムツールとかを使うじゃないですか。まあ、こうやって消しゴムツールで消したりとかして、じゃあまた今度ペンにしようかなと思うと、またこうね、選択しなきゃいけないんですよ。それが結構めんどくさくて、まあ、こうやってね、なんか一回一回こう、だから、まとめて消しゴムで消したりとかしてるんですけど、まあそういうのがね、なんかまあ、ちょっとめんどくさいなっていうのがあるけど、でもこのぐらいだったら別に問題なく使えるなっていうのがありまして、で、自分の描きたいようなイラストだったらもうペンナップでできるなっていうのが分かりましたっていうかね、もうレイヤー使える時点ですごいなと思うし、画像も取り込めるし、なんか文句ないですよ。それもサムスンの純正で、ね、なんか使えちゃうって。それもね、なんか、このペンアップに関しては、あの、別にね、サムスンじゃなくてもいいんです。ギャラクシーじゃなくていいんですよ。アンドロイド使えちゃうんですよね。あと、Windows もペンアップ使えるんですよね。すごいなって思ってあ、これは別にギャラクシーじゃなくても使えるんだなっていうのは、なんかすごい心強いですよね。だから、例えば僕はパソコンはサーフェスなんですけど、サーフェス5だから、あと2025年10月でしたっけ、そこでもうWindows 10のね、アップデート終わっちゃうんですけど、もうそれまでね、サーフェスの方でも書けるんですよ。ペンナップ使って。だから、いいなって思ったんですよね。はい。で、堂々の第1位なんですけど、これですね。サムスンノートですね。いや、もうなんかすごいなんか2ヶ月ですごい使ってるんですけど、なんか笑っちゃうくらい。でね、またこれ、まあ、これは、そうですね、なんか、この間のこれとか、全部ね、なんかこういうのとかも、あの、動画でも使ってるんですよ。動画のなんかちょっとこ説明するの難しいのとか書いて、でそうですね、こういうのとかも全部動画で使ってたんですよね。サムスンノートで書いて。でね、これいいのはこの無限スクロールっていうのが使えるんですよ、サムスンノートって。だから切れないんですよね。ずっと下までかけていっちゃうんですよ、無限スクロールで。もうすごいなと思って、もうなんか写真とかも貼れるし、どんどん下に書いていけ、だから他のノートアプリだと切れちゃうじゃないですか。もうなんかホワイトボードみたいな感じで無限キャンパスみたいな感じになるじゃないですか。でもまあこっちはね、なんか本当にこういうの使いやすいなって、なんかまあそうですね、 iPad 使ってる時はノートシェルフ使ってたんですけど、それがね、なんだろう、やっぱりページが切れちゃうから、そこがね、なんか、まあ、次になっちゃうっていうかさ、それがなんか結構、まあなんか、そのね、それがなんか嫌だったわけではないんですけど、なんかノートページめくるみたいにね、次々みたいな。まあ、ノートシェルフの時は横でページのやつをね、やってたんですけど、
まあ、これ使っちゃうとね、なんかこう、ページが変わるの嫌だなって思うようになりました。で、このアプリはですね、ノートでいうとこの、縦のノート、まあ、ノートって大体縦ですよね。スケッチブックだったら横だったりするけど、まあ、横が使えないんですよ。横の見開きとかはできるんですけど、ノートとしては、縦ノートなんですけど、でもこう、これ今、縦にしてるけど、今横の画面で縦にしてるけど、全然なんか問題ないでしょ。こうならないっていうかさ、こう、できちゃうから、あ、いいんだ、縦でいいんだって思っちゃいましたね。最初はなんか、横ないのとかって思ったんですけど、全然なくて、なくていいやって。もうだってここいっぱいまで使えちゃうから、うん、全然いいなって思って。で、あとはですね、僕やったことないんですけど、PDF を取り込めるみたいですね。だからまあ、こう、今ね、こうやって書いたやつがそのままこう出てきてるんですけど、それがね、まあ表紙みたいな感じで入れられるんですよね。だから、なんか海外の人とか、サムスンノート使ってる人は、うん、なんかそういうことやってるみたいですね。だからまあでもそこまでこだわり、なんか自分はね、これがいいなと思ってて、こうやって見えて、ああ、これだって自分書いたやつでわかるから、こうタイトルとかをこうノートのなんか、まあこの頭のところにね、こうなんか例えばこれは、例えばそうですね、うーん、まあルマフュージョンの時だったらルマフュージョンとかって書いて、まあノートにするよりは、こうやってなんか見えてた方が、まあだってここタイトル出ちゃうから、いらないかなと思ってなんか、うん、そうですね。そんなにこっちの方がいいかなと思ってそのまま使ってるんですけど、まあ一応はそういうノートみたいにもできますね。テンプレ読んで。はい。それでですね、これね、このサムスンノートってもともと Windows で使えてたみたいなんですよ。で、今ね、なんか使えなくなったらしいんですよね。もうね、ギャラクシーノート、ギャラクシー、そのサムスンの、パソコン、ノートブックみたいなやつ、ノートパソコンですよね。そのギャラクシーノートだったかな、ギャラクシーブックだったかな、ちょっとすいません。まあ日本で売ってないんですよね、要するに。それもう専用になっちゃって、Windows 使えなくなったんですよ。前までは使えてたらしいんですけど、それがね、なんか、この、結構ね、ちょっとびっくりしたのは、このサムスンノートをね、その Windows パソコンでね、使いたくて、なんかこう、その、脱獄じゃないけど、なんかあらゆる手段を使って、なんか、そういうちょっとなんか、なんとか使えないかみたいな、そういうのを、すごい試みてる人とかがいっぱいいるんですよね。やっぱそのくらいね、いいアプリなのかなって思いますね。うん。で、そうですね、まあ、グッドノートがね、1年間無料で使えるんですけど、ギャラクシーはね、ギャラクシーストアから買うと、まあ、iPad でいうとこのナンバーワンノートアプリなんですけど、僕は使ったことがなくて、まあその2018年かなに iPad を、2019年か。2019年に、2019年ですね。2019年の春ですね、買ったの。2019年の春に iPad を買った時には、グッドノートにね、対抗するアプリとして、ノートシェルフっていうのがあって、でね、グッドノートよりちょっと高かったんですけど、そのノートシェルフはね、録音ができたんですよ。例えば講義とか、こう見ながら、書きながら、その講義を録音することもできたんですよね、そのノートシェルフが。だから、ノートシェルフを選んだんですけど、まあ、知らないうちにね、逆転されて、今はグッドノートの方がノートアプリのナンバーワンになったんですけど、そのノー
グッドノートがね、サムスンで1年間、サムスンっていうかギャラクシーでね、1年間使えるんですけど、まあ、そのギャラクシー版っていうか、アンドロイド版っていうかね、がね、全然ダメなんですよね。まあ、まあ言いたくないけど、本当に、なんでって思っちゃうっていうか、なんか期待してたからね。だって、なんか iPad 版のグッドノートってもう本とかも出てるくらいじゃないですか。だからそれを使えるんだと思って嬉しかったんですけど、まあいざ使ってみたらね、すごい機能が全然なってなくて、がっかりしたんですけど、でもサムスンノート使えるから、もう全然いいやと思って。実はだからサムスンノートは本当にその録音とかもできるんですよね。これ純正アプリなのに録音とかもできるし、なんかまあ言ってみればね、僕的にはまあそのギャラクシーに入ってるギャラクシーに入ってるっていうか、そのアンドロイドのグッドノートよりもはるかに上で、なおかつね、ノートシェルフよりもこっちの方が使いやすいなって思いましたね。 iPad の時はノートシェルフ使ってたけど、まあ、今もね iPad で使ってるんですけどね。いや本当にね、なんかすごいなと思いましたね、このサムスンノート。いやなんかこれがね、だから使えなくなっちゃうのかなっていう、なんか Windows 版で使えなく、なんか昔は使えたけど、今はもう自分たちのね、製品にしか使えなくしちゃったことに対して、まあ今まで使ってた人がね、なんか使えなくて困ってるみたいな状況にね、まあ、だって、それはね、だってその人たちの、じゃあ、だったら買えばいいじゃんみたいな感じなんだけど、買えないんですよね。まあ、だから気持ちわかるんですよ。その、ノートパソコンってサムソン売ってないんだもん、日本で。だから、昔はね、あらゆる家電とか、いろんなものがサムソンのやつ売ってたんですけど、まあ、日本に来た時の印象、安かろう悪かろうみたいな印象が強すぎて、日本人にとってね。あと、サムスンって名前もちょっと良くなかったのかな。なんかちょっと、そうですね。あんまりいいイメージないですよね。まあ、昔別のなんか、なんかね、ちょっと、違う系のなんかイメージがあって、まあ、だからね、なんか日本で全然家電とかそういうの売れなくて、まあだからサムスンって名前を消してギャラクシーでなんかそのスマホとかね、そういうのとかを出して、ギャラクシーとしてね、みんなが使い出してから、だからね、でも世界的にはなんか全然サムスンって本当に一流メーカーなんだけど、でも日本でね、まあ、そう、使えないんだよね。だから、使えないっていうか日本で売ってないんだよね。だからこうやってタブレットとかスマホとか、あとはまああとあれですよね、 SD カードとか SSD とかそういうのですよね、サムスンって。本当はね、もうなんかすごい家電メーカーなんだけど、でいろんなものを出してるんだけど、まあそれもね、だから買えない、日本じゃ買えないから、まあだからその人たちの気持ちもわかるんですよね。僕もだから今普通に使ってるけど、だからこれをまたね、iPad に戻しちゃったら、これこのサムスンノート使えなくなるじゃんみたいな感じなんですよね。だから、本当にね、なんか、なんかこのアプリすごいなって思いましたね。だからペンナップも結構いいですし、いや、なんか純正品が結構いいのかなって思うんですよね。で、あと、まあ、本当にね、ギャラリーの時にちょっとポロって言ったんですけど、あの、動画編集できるよって、ギャラリーで動画編集できるよっていうのを言ってたんですけど、あの、そのノート10プラスをね、僕が買った理由は、
動画を撮って、これで動画撮ってね、それで、これで編集できるっていうのがね、YouTube で見て、あの、分かったからなんですよね。だから、最初だからそういうちょっと、やってみたいなと思って、買ったんですけど、まあね、ちょっと動画うまく撮れなくて、なんかどういう動画を撮っていいかとかもなんかよく分かってなくて、だから動画じゃなくてどっちかというとブログの方に行っちゃったから、その後使ってなかったんですけど、まあ撮って編集するんだったらこのギャラクシーの中のギャラリーのその動画編集アプリでも全然大丈夫なんですよね。プロまではいかないけど結構使いやすかったと思いましたね。なんか感覚でこう本当に編集できるみたいな。だからなんか本当にね、ギャラクシーいいなって思いますね。まあ、うん、まだねちょっと iPad に未練はあるんですけど、その Apple にねまあそれはね、まあおいおいちょっと、なんか iPad でこんなことできるよとか出ると、なんか新しいものとかがね出てくると、あのいいなと思って、あといろいろこう知ればね、なんか iPad にできて Galaxy Tab にできないっていうこともね、なんかちょっとずつ改善されていくのかなと思いますね。知らないだけで本当に、分かんないのかなって分かんないだけの話で、実際はいろいろできるのかなと思いますね。あとサムスンは本当にいろいろ用意してくれてるからね。まあそんなとこですね。ちょっと長くなっちゃったからここで。はい。ではまたね。そうですね。今度はなんか S ペンとか関係なくアプリでこういうのがいいよっていうのを紹介したいと思います。さよなら。